毎度さんです。拓江丸の船長与永です。今回はここ増毛港から漁師の仕事密着シリーズをお届けします。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回乗船させてもらうのが増毛漁協青年部の部長も務める土橋純喜船長の船第88海龍丸13トンということで、国内シェア 80% を誇る北海道のホタテが一体どうやって生産されているのか、増毛漁協ホタテ部会にご協力のもとセルフ密着していきたいと思います。それでは持参した漁師の戦闘服カッパを履いてライフジャケットも装着したら、一応ね波をかぶるかもしれないので上のカッパも持って船へと向かいます。やばい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 。よろしくお願いします。お願いします。初めてお願いします。めちゃくちゃ綺麗なね。か船。よろしくお願いします。お願いします。めっちゃすごくない船。いえいえ。やば。うわすごいね。ブリッジ撮影しても大丈夫だ。あ、いいっすよ。大丈夫。表ブリッジ静か。ああ、確かに。すげえ静か。初手で。うわー、出てった出てった。結構な勢いで出てくな。行ってきまーす。かなりの勢いで出てくんだね。そうですね。すごいわ。はい、ということで養殖施設に着いたら目印の玉を早助で回収してロープを巻いていきます。練りがすごいな。来た来た来た。しばらく巻いていくと沈めてあったのしが見えてきました。こののしを船のローラーにかぶせるため、友から投げかぎを投入して稚貝のぶら下がったロープ、のしを少しずつ巻いて船へとセットします。何百トンもの稚貝がぶら下がったのしにはとてもテンションがかかっていて、波があると船が転覆したりロープに弾かれたりと簡単にやってるように見えますが、大変危険な作業となります。これって号令待ち。あ、まあそうなんだ。みんな一斉に上げ始めるんだ。あ、なるほどね。ここまでやって、じゃあ今日操業できるかっていう判断して、なるほど。さあ、ホタテの一年貝稚貝の水揚げが始まりました。増毛漁協のホタテ部会では猿払村漁協へ1日でトラック11台分、トラック1台につき500カゴ積んで輸送するので、増毛ホタテ船団8隻でトラック11台分、約5500カゴ分の稚貝を一度に水揚げしていくということになります。当然これだけの長い座布団を上げるには長いクレーンが必要で、揺れる船上ではクレーンの取り扱いにも細心の注意を払って行っているそうです。なかなかね迫力ある映像ですが、現場の迫力はねもうこんなもんじゃない、想像以上でした。やばい、これは面白いわ。そして船尾ではのしの浮力となる浮き玉を他の船員さんたちが一つずつ外していきます。暗い中作業するので、海を照らすライトが船のね、なんちゅうの、ブルワークのとこに埋め込まれていたり、後半を照らすライトも明るくて、もうこれならね撮影もバッチリ。
さああれだけ広かった後半が違いの入った座布団で山盛りに。これで違いがおよそ15トン。船をこれだけ大きくする理由がお分かりいただけましたでしょうか。もうこれでね最後かななんて思っていたら、マジか、後ろもか。はい、ということで友のスペースにも余すことなく座布団を積んで、およそ30分で沖での作業は終了。帰りは作業の終わった船から順番に帰港して、次は稚貝の出荷作業となります。もし稚貝が余ったら出荷が終わってからね戻しに来るみたいです。時刻は午前3時15分。うっすら空も明るくなってきました。で船にかぶせていたのしを外したら急いで港へと帰ります。もう違いを弱らせないため漁師の皆さんテキパキ作業されていて、これぞプロと、迅速かつ安全にスピーディーな仕事でした。で帰りは港から出てくる他の漁師さんもいるため、稚貝を積んで帰港中ですよって知らせるライトをつけながら航行します。地域によってねこういう風にいろんなルールがあるので、これもまたいい勉強になります。港に着くと岸壁には稚貝が来るのを今や遅しとたくさんの人が待っていました。で船はアスタン、方針でつけるんだけど、これもなかなか大変そうで、岸壁ついてものの数十秒、もうねついてほんとすぐ。もう始まるんだね。すぐ始まるんだ。圧巻だわ。稚貝放流の期間、お手伝いを頼んでいる他の漁師さんやアルバイトの人、浜の母さんや船の乗組員総出で稚貝を放る作業が始まります。で放った稚貝は一度1箇所に集めて洗浄機にかけられます。で出荷用のカゴに詰めて、でいやーこの作業ねほんと一度やってみたい。ではかりで計量、濡らしたまたい、麻布ですね、これをかけてパレットに積んでいきます。で少なかったやつは少し足して微調整で、多かったやつは少し戻して微調整。浜の父さんたちのさじ加減です。でパレットには50カゴずつ積んでいって、4段の違いが10個と5段の違いが2つ。ここに詰めばいいんだな。俺持ってっからいいよ。いいよ。こっちから行くよ。おる。重てえなおい。でこれね惰性つけないと結構重たくて動かない。これね26キロあるカゴを積んで押して1人で500カゴは重労働認定です。でそこら辺に違い落ちてるんだけど、もうこれね癖でね拾っちゃうんだよね。はい、でパレットに50カゴ積み終わったらフォークリフトでトラックまで移動します。でトラックへの積み込みは運転手さんが行うようです。手鍵を使ってトラックに500カゴ積み終えたら、これで1台完了。11台が揃うまでこの作業が続きます。なるほどね。終わり。ナイス。はってね。
はい、夜も明けて明るくなってきましたが、稚貝掘り作業は全ての船で終了するまで続きます。8隻いる船もやり方は様々のようで、積んでくる稚貝の量もバラバラだと言っていました。早く掘ろわないと俺帰れないんだからな俺帰れないぞ。だってすげえ量だもの。すごいね。これで何カ国分ぐらいなの？600。したら1台ちょっとあるんだ。2人とか700。おー、そうなんだ。700。すげえな。で、何これトラックはさ、全部終わってから一斉に発射？あー夜が明けても続く稚貝掘りですが、5時半を過ぎると自分の仕事がある漁師さんやアルバイトの人たちは帰ってしまうらしく、ここもまさに時間との勝負。できるだけ人がたくさんいるうちに稚貝掘りを終わらせてしまいたいと、現場は黙々と作業が行われます。はい、そしてこのトラックが最後の1台、稚貝の積み込みが完了したら、トラックの運転手さんたちによって出荷先の猿払村漁協へと運ばれていきます。この後稚貝を放流しにね行かなきゃなんないので、最後のトラックの後について猿払村まで追跡していきたいと思います。したら巻きに行ってくるわ。どうもね。ありがとうございました。ありがとうございました。巻きに行ってくるわ。はい。さあ行くか。よいしょ。はい、それでは稚貝の積んだトラックを追いかけていきます。猿払での積み込み予定時間は10時とのことです。あ、また出てってんだ。黒さんだ。定刻の午前10時、増毛から稚貝を積んだトラックが到着しました。すぐに稚貝を船に積み込んでオホーツク海へと放流に行きます。トラックの封印をこじ開け、前と後ろ同時進行で積み込み開始。こちらもね、時間との勝負です。よいしょ。なんでここだけ高いかの理由も分かったさ。増毛18度あったぞ、朝で。こっち俺帰ってきたっけ12度しかなかった。マジ僻地だべ。はい、こちらの漁師は黙々とではないですが、着々と稚貝を積み込んで、はい、この途中ね1個避けたこのやつは検品する稚貝を採取するためですね。はい、8分ほどで積み込みは完了。組合から指示された放流場所へと向かいます。いやいやいや、これからだから。このまま。港を出たら稚貝に海水をかけて風で乾かないようにします。ここで初めて日本海から来た稚貝はオホーツク海を感じるわけですね。
終了しました。チケットも終わりました。了解。終わったよ。了解。明日帰るよ。はい、ということで稚貝放流を終えて無事帰ってきました。あとは空になったカゴをトラックに積んで本日の業務終了となります。よいしょ。よいしょか。はい、ということで本来ならここで本日の業務終了なんですが、今回の動画は稚貝放流の一日に完全密着なので、この後トラックを追いかけてまたね増毛まで追跡したいと思います。はい、どうもありがとうございました。どうも。そしたらばトラックを追う。よし、放流終わったんで増毛に向けて出発します。帰るの大変だな。近い方なんだけどね。うわー、到着した。はい、往復422キロ、時間にして約9時間長距離輸送を終えた運転手さんですが、ここからねまた一仕事。今日一日稚貝放流に密着ということで、今回お世話になった増毛漁協ホタテ部会の漁師さん、稚貝ほろいのお手伝いさんたち、そしてトラックの運転手さん、本当にありがとうございました。これだけ多くの人が携わって成り立っているホタテの稚貝放流事業なんだと改めて実感しました。そして今日巻いたホタテの稚貝はオホーツク海で育てた5年後、皆さんの食卓へお届けします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。なるほどね。今回もこちらでごちそうになります。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。うわー、最高。すごっ。一発目に、うわ、まだ生きてんだ。なんでもあるべや。すごいな。すごい。安いっていうことは安いべ。えぐいな。ちなみにさ、違い書いてくるでしょ、ガーって。おろしさんの今日撮影してさせてもらったんだけど、あれってやっぱりみんな運転手さんの仕事なの？そうですね。全部運転手さんの仕事なの？じゃああそこにいたのはもう運転手さんだけ？職員の人とかいなし？リフトを運転してるのもみんな運転手さん？そうなんだ。発車後にね、違いガーンって入る時がバスがあって、そういう時はちょっと綱発さして持って帰ってる味噌汁とかするけど、これ変わってきた違いはね、こうやって剥がして持って帰るやつったらね、怒られるよ。前加減せえよ。俺らもあんま食わないですよ。食べない食べない。あ、そう。でも味噌汁美味しいよね。毎日毎日毎日。神だ。100キロあった。から紹介。おー、いいね。でっかくなった。体型に似合ったやつ。